2025年のエコノミスト表紙が示す未来。2025年になり、世界はますます激動の時代に突入しています。ウクライナ戦争の長期化、ロシアの動向、アメリカ大統領選の影響、経済危機の加速、AI 技術の台頭など、世界のパワーバランスは大きく変わりつつあります。そして毎年世界情勢を象徴的に描くエコノミスト誌の表紙も今年の未来を暗示する内容となり、多くの議論を呼んでいます。この表紙は本当に未来を予言しているのか、単なる偶然なのか、それとも私たちに何かを示唆しているのか。過去にはエコノミスト誌の表紙が未来の出来事を的中させたと考えられる事例が多くありました。では今年の表紙は何を語っているのでしょうか。エコノミスト誌の予言は当たっていたのか。まず少し過去を振り返ってみましょう。2024年のエコノミスト誌の表紙にはいくつもの象徴的なシンボルが描かれていました。ゼレンスキーとプーチンが向かい合い、中央には砂時計、時間切れを示唆していたのか、2024年後半には停戦交渉の動きが加速し、一時的な戦闘の沈静化が見られた。トランプのイラストにハテナマーク。2024年の大統領選でトランプが返り咲く可能性を示唆していた。実際に大接戦が繰り広げられた。主要通貨ドル、円、ユーロ、ポンドの下落を示す矢印。円安進行、インフレ加速、世界経済の大混乱を的中させた。バイデンの背後に風力発電、習近平の下に EV 電気自動車が描かれ、バッテリー切れのサイン。実際に2024年の終わりには世界的な電力供給の問題が発生し、大規模な停電も起こった。このように2024年の表紙は後に現実となる出来事を示唆していた可能性が高いのです。それでは2025年版の表紙を見ていきましょう。今回も多くの暗示的なシンボルが散りばめられています。本動画では表紙に描かれた要素を一つずつ分析し、それが示唆する未来の可能性について考察していきます。表紙に描かれた主要人物とその意味。ドナルド・トランプの復帰。中央付近にはドナルド・トランプアメリカ大統領の顔が描かれています。見出しにもドナルド・トランプが戻るとあり、彼の再登場を示唆しています。2024年の大統領選での勝利を意味していたトランプ氏の復帰は以下のような影響を及ぼすと考えられます。米中関係の再悪化、NATO や同盟国との関係見直し、保護貿易主義の強化、グローバリズムからのさらなる脱却、特に貿易戦争の再燃や関税強化の可能性が高まり、世界経済に大きな影響を与えるかもしれません。習近平の存在。右上には中国の習近平国家主席の顔が描かれています。トランプ氏と対照的な位置に配置されていることからも、2025年の国際情勢が米中対立を軸に展開される可能性が高いことが読み取れます。中国は現在、台湾問題や南シナ海の領有権争い、経済の減速、人民元の国際化など多くの課題を抱えています。特に台湾情勢は今後の国際秩序を大きく左右する要素となるでしょう。習近平氏の表情は冷静ですが、その背後には何かを企むような雰囲気もあります。これが中国の新たな戦略や軍事的行動の可能性を暗示しているのかもしれません。ウラジーミル・プーチンの登場。プーチン大統領の姿も右下に描かれています。ロシア・ウクライナ戦争は2025年までにどうなっているのかはまだ不透明です。もし戦争が続いていれば、ロシアに対する経済制裁はさらに強化されるでしょう。一方で、停戦が成立した場合でも、ロシアは影響力を維持し続ける可能性があります。プーチン氏の登場は、ロシアの国際舞台での役割が依然として重要であることを示唆しているのでしょう。ゼレンスキーの肖像。左下にはウクライナのゼレンスキー大統領の姿があります。彼の登場は、ロシア・ウクライナ戦争がまだ国際的に大きな問題として残っていることを意味している可能性があります。2025年までに戦争が終結しているのか、それともさらに泥沼化しているのか、世界の注目が集まっています。象徴的なイラストが示す未来の展望。ミサイルと核のマーク。表紙中央には大きなミサイルが描かれています。これは軍事的な緊張の高まり、特に核戦争の可能性を示唆しています。核の脅威は以下のようなシナリオを想定させます。ロシア、
ウクライナ戦争のさらなる激化、中国による台湾侵攻の可能性、北朝鮮の核開発進展。近年国際情勢の不安定さが増している中、2025年にはより深刻な軍事的対立が起こるかもしれません。怪しげな目のマーク。表紙の左下には目のマークが描かれています。これは監視社会やビッグデータ管理の象徴とも言えます。近年 AI 技術の発展により、政府や企業が個人の情報をより詳細に把握できる時代になりました。2025年にはさらに監視技術が進化し、私たちのプライバシーが大きく制限される可能性も考えられます。砂時計、時間の重要性と未来の転換点。表紙の右上付近には砂時計が描かれています。これは時間が限られていることや、何かがカウントダウン状態にあることを示唆している可能性があります。地球環境のタイムリミット、気候変動への対策が急務であり、時間が限られていることを表しているのかもしれない。経済や政治の転換点、世界経済の危機、戦争、政治体制の崩壊など、何らかのリミットが近づいている可能性を示唆。AI と技術の進化のスピード。AI やロボット技術が急速に進化し、人類が適応できる時間が限られていることを警告している。経済の未来と金融の動き。上昇するグラフとドルマーク。上昇する株価チャート。経済回復かバブルの警告か。表紙の株には上昇する赤いチャートが描かれています。これは一見すると経済の成長を示しているように見えますが、楽観的に捉えるべきではないかもしれません。金融市場のバブルと崩壊の可能性。株価は短期的に上昇してもバブル崩壊が迫っている可能性がある。特に2024年に FRB が金利政策を調整する中、経済市場の動きは不安定になるかもしれない。経済の危機、金融崩壊の兆候か。通貨シンボル。表紙の中にはドル、人民元といった通貨のマークが並んでいます。これは2025年が世界経済にとって試練の年になることを暗示しているのではないでしょうか。日本円の暴落、1ドル200円を超える超円安の可能性。アメリカドルの変動、トランプの政策による影響でドルが急落する懸念。中国経済の危機、不動産バブル崩壊、デジタル人民元の普及加速、テクノロジー企業の急成長。 AI 関連企業やハイテク株が急騰しているが、それが持続可能かどうかは未知数。暗号資産、仮想通貨の影響。ビットコインやその他の暗号資産が2025年にかけて再び大きな動きを見せる可能性も。円安の継続と影響。2024年には歴史的な円安が話題になったが、2025年もその流れが続くのか。日本の金融政策の転換。日銀の利上げや財政政策の見直しが日本の経済に大きな影響を与える可能性がある。日本の国際的な役割の変化。地政学的な影響で日本がより積極的に国際問題に関与するようになるかもしれない。エコノミスト2025の表紙には、これまで挙げた要素以外にも多くの興味深いシンボルが描かれています。それらの中には未来の世界情勢やテクノロジー、社会の変化に関する示唆が隠されています。ここではまだ詳しく触れていない要素を取り上げ、それぞれの意味を考察していきます。土星のシンボル、宇宙開発と新たなフロンティア。表紙の上部には土星のような惑星が描かれています。これは宇宙開発や宇宙ビジネスが2025年に重要なテーマとなることを暗示しているのかもしれない。民間宇宙旅行の発展、スペース X やブルーオリジンといった企業が人類の宇宙進出を加速させている。2025年には商業宇宙旅行がさらに一般化しているかもしれない。月面開発とアルテミス計画。 NASA はアルテミス計画を通じて2025年までに人類を再び月へ送る計画を進めている。月面基地建設が本格化する可能性がある。宇宙資源の採掘、小惑星採掘の技術が進み、新たな資源供給ルートが確立されるかもしれない。電気自動車 EV のアイコン、自動車産業の未来。中央左側には電気自動車と思われる車のイラストが描かれています。これは自動車産業の大きな転換点を示しているのではないでしょうか。 EV シフトの加速。2025年までに
多くの国がガソリン車の販売禁止を発表し、電気自動車への移行を進めると予想される。 EV 市場の競争激化。テスラに加え BYD やヒュンダイなど各国の企業が EV 市場でのシェアを拡大している。次世代バッテリー技術の進化、固体電池などの新技術が登場し、充電時間の短縮や航続距離の向上が進む可能性がある。赤い拳のシンボル、革命や抗議運動の可能性。表紙の右下には赤い拳を握りしめたシンボルが描かれています。これは労働運動や市民による抗議、あるいは政治的な変革を示唆しているのかもしれません。反政府デモの拡大。世界各国で経済格差や政府への不満が高まり、大規模なデモが起こる可能性がある。労働環境の変化。 AI の発展による雇用問題が深刻化し、人々が労働条件の改善を求めて声を上げるかもしれない。新たな社会主義的政策の台頭。一部の国では富裕層への課税強化や基本所得、ベーシックインカムの導入が進む可能性もある。 DNA のシンボル、バイオテクノロジーの進化。中央部には DNA の二重らせんのようなデザインが含まれています。これは遺伝子工学やバイオテクノロジーの発展を示唆しているのではないでしょうか。ゲノム編集技術の進化、クリスパー技術の発展により遺伝子疾患の治療や人体の強化が進むかもしれない。人工的な生命の誕生。科学者たちは人工細胞を作り出す技術を研究しており、2025年には画期的な発表があるかもしれない。食品の未来。遺伝子編集食品がさらに普及し、食糧危機への対応策として活用される可能性がある。医療用注射器。パンデミックの次なる展開。地球の近くには注射器のイラストが描かれています。これはパンデミックや医療技術の進化を暗示している可能性があります。新たな感染症の出現。2020年の新型コロナウイルスのように新たなパンデミックが発生する可能性がある。ワクチン技術の進化。 mRNA ワクチンの技術がさらに発展し、がん治療やその他の病気にも応用されるかもしれない。医療のデジタル化。遠隔診療や AI による診断が一般化し、医療サービスの在り方が大きく変わる可能性がある。表紙が示す未来の方向性とは。エコノミストの2025年版表紙には、政治、経済、軍事、科学技術、環境問題など多岐にわたるテーマが隠されており、毎年未来を暗示すると言われています。この表紙が予言的なものかどうかは分かりませんが、少なくとも2025年が世界にとって重要な分岐点になるというメッセージは明確です。あなたはこの表紙からどんな未来を想像しますか？この表紙が単なるアートなのか、それとも未来への警告なのかは定かではありません。しかし2025年が世界にとって重要な分岐点となることは間違いないでしょう。